どうも皆さんこんにちは、原寛太です。まずはこちらの画像をご覧ください。こちらは今から10年前、2016年の熊本地震が起きた直後、当時のツイッター、現在の X に投稿されたものです。街中に立つライオンの写真とともに、地震のせいで近くの動物園からライオンが放たれたという内容が投稿されました。記憶にある方もいるのではないでしょうか。しかし結論から言うとこれは完全なデマでした。写真は熊本ではなく南アフリカで撮影されたものです。それにもかかわらずこの投稿は2万回以上リツイート拡散され、熊本市動植物園には100件を超える問い合わせが寄せられました。投稿した男性は偽計業務妨害の疑いで逮捕され、その後不起訴処分となっています。それから10年が経った2016年7月28日、熊本県を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生し、最大震度7を観測しました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回も地震の直後から SNS 上では様々な誤情報や科学的な根拠のない投稿が出回り始めています。防災危機管理サービスを手掛けるスペクティは今回の地震後に広がった投稿を分析しています。イオンモール熊本では実際に爆発事故が起きましたが、その状況を伝える投稿の中には2024年の能登半島地震の際、富山県の別の商業施設で撮影された映像も含まれていました。また同じ住所とほぼ同じ文章を使い、助けを求める人の名前だけ変えた救助要請も複数のアカウントから投稿されていました。さらに被災者を装い QR コードから送金を求める投稿も確認されています。以前の予言が的中した、今回の地震は人工的に起こされたといった科学的な根拠のない投稿も X を中心に見られます。こうした問題は今回に限ったものではありません。地震が起きるたびに過去の写真や動画が現在の被害として使い回され、地震の予言や人工地震を主張する投稿が現れます。2016年の熊本地震から10年、その間災害が起きるたびに行政やメディアは偽情報に注意するよう呼びかけてきました。総務省も今回の地震を受け、情報源や画像の真偽などを確認し、インターネット上の偽情報、誤情報に注意するよう呼びかけています。それでも同じような問題が繰り返されています。むしろ10年前より状況は悪くなっている気すらします。なぜ災害が起きるとデマが広がるのでしょうか。 SNS の情報には気をつけようと分かっていても、目の前に今すぐ拡散してくださいという投稿が現れた時、冷静に立ち止まれるとは限りません。今回はいくつかの研究と実際の事例をもとに、災害時にデマが広がる3つの理由と情報を共有する前に確認すべきことを解説します。ぜひ最後までご覧ください。災害時にデマが広がる一つ目の理由は、救助に関する情報ほど確認よりも拡散が優先されやすいからです。もし本当なら一刻を争うと考え、投稿の出所や時刻を確認しないまま共有してしまう。人を助けたいという善意が結果的に偽情報の拡散を手助けしてしまうことがあります。2024年の能登半島地震では、発生後24時間に X へ投稿された救助関連の情報を情報通信研究機構 NICT が分析しています。NICT が X から収集した日本語の救助関連投稿1091件を分析したところ、104件、およそ1割がデマと見られました。同じ基準で分析した2016年の熊本地震では573件のうち1件でした。この分析の範囲では偽情報と見られる投稿の割合はおよそ55倍になっています。偽の救助要請だけでなく、もともとは正しい情報でも救助後まで拡散され続ければ、新しい救助要請を埋もれさせる恐れがあります。一刻を争う状況だからこそ、確認できていない情報を拡散しないことが重要です。災害時にデマが広がる2つ目の理由は、情報が足りない時ほど人々が断片的な事実をつなぎ合わせ、何が起きたのかを説明しようとするからです。アメリカワシントン大学のケイト・スターバードは同僚のエマ・スパイロと共に2023年の論考噂には法則があるで、災害やテロが起きた直後 SNS 上に情報が集まり噂が生まれる仕組みを説明しています。
大きな災害が起きると現地の写真や目撃情報、報道、個人の推測などが次々と SNS へ投稿されます。多くの人がそれらを共有しながら何が起きているのかを理解しようとします。こうした情報共有が安否確認や救助につながることがあります。一方、公式情報が少なく何が事実かわからない段階では誤った説明が作られることもあります。例えば曖昧な目撃情報に別の人の推測や無関係な写真が結びつけられ、繰り返し共有されるうちに確認されていない話が事実のように広がってしまうんです。つまり災害時のデマは誰かが最初から嘘を作り意図的に広めることで生まれるとは限りません。複数の人が断片的な情報をつなぎ合わせる中で結果として事実とは違う話が作られることがあるんです。これは災害時だけの問題ではありません。このチャンネルで最近取り上げた宮崎県川南町の養豚場火災でもよく似たことが起きました。2026年4月、宮崎県川南町の養豚場で火災が発生し、およそ5700頭の豚が死にました。火災の原因について確かな情報が出ていない段階から SNS ではイスラム教徒による放火だとする投稿が広まりました。イスラム教では豚肉を食べることが禁じられている。その一つの事実から根拠もないまま火災とイスラム教徒が結びつけられたのです。しかし少なくとも放火だという主張を裏付ける根拠は示されていません。今回の地震でも事実が十分に確認されていない段階からこの地震は人工的に起こされた、以前から予言されていた、政府やメディアが真実を隠しているといった投稿が広がっています。大きな地震の直後は被害の全体像も今後どのような揺れが続くのかもすぐには分かりません。そうした時まだ分からないという説明よりも誰かが起こした、予言されていたという断定の方が人の目を引きやすくなります。現在の科学では地震が起きる日時、場所、規模を事前に正確に予測することはできません。公式の情報がまだ出ていないからといって SNS 上の主張が正しいことにもなりません。確認できた事実と誰かの推測を分ける、わからないことを根拠のない説明で埋めず判断を保留することも重要です。災害時にデマが広がる3つ目の理由は、注目や利益を得るために意図的に偽の情報を投稿する人がいるからです。これは災害時に限った問題ではありません。注目を集めフォロワーや閲覧数を増やしたい、広告収益を得たい、混乱する人の反応を楽しみたい、あるいは被災者を装ってお金を騙し取りたい。目的は様々です。2016年にライオンのデマを投稿した男性は警察の調べに対し悪ふざけでやったと話したと報じられています。投稿が2万回以上拡散された後にはリツイート数が増えたことを喜ぶ内容も投稿していたとされています。ただしデマを作る人がいるだけでは何万人もの人には届きません。それを見た人たちがさらに共有することで広がっていきます。2018年 MIT の研究チームは Twitter 上で拡散され複数のファクトチェック機関が真偽を判定したおよそ12万6000件の情報を分析しました。その結果誤った情報は正しい情報よりも早く広がり、より多くの人に届く傾向が確認されたのです。誤った情報には意外な内容が多く、それを見た人の反応には驚きや恐怖、嫌悪といった感情が多く現れていました。研究チームはこうした意外性や感情の動きが誤情報の広がり方に関係している可能性を指摘しています。つまり誰かが注目や利益を求めてデマを作り、それを見た人たちが意外性のある内容や感情を刺激する内容に反応して共有してしまう。この2つが重なることで誤情報は急速に広まっていきます。さらに今は生成 AI があります。2016年のライオンのデマでは投稿者はインターネット上から地震とは無関係な写真を探して使いました。しかし現在は実際には存在しない被害の画像や映像、もっともらしい救助要請の文章を短時間で作ることができます。デマを作るために必要な時間と手間は10年前よりも大幅に小さくなりました。しかも現在の SNS では投稿への反応がフォロワーの増加や収益につながることもあります。特に X では
閲覧数を稼ぐことだけを目的に話題になっている投稿へ内容の薄い返信を繰り返すアカウントがインプレゾンビと呼ばれています。災害に関する投稿もこうしたアカウントに利用されることがあります。嘘を作りやすくなり、それによって注目や利益を得られる。そして感情を動かされた人たちがその情報をさらに共有する。こうした変化は現在の災害時にデマを広げやすくしている大きな要因の一つです。ここまで災害時にデマが広がる理由を3つに分けて説明してきました。では SNS で気になる情報を見つけたとき、私たちは何を意識すればいいのでしょうか。ここで一つ興味深い研究を紹介します。その前に一つだけお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。2021年に科学誌ネイチャーに掲載された正確さに注意を向けることでオンライン上の誤情報を減らせるという研究があります。研究チームは複数のアンケート実験と実際の Twitter 利用者を対象にした実験を行いました。その結果、参加者はニュースが正しいかどうかを尋ねられた時には本物と偽物を比較的よく見分けることができました。ところが同じニュースを SNS で共有するかと尋ねられると正しい情報と誤った情報の区別が弱くなったのです。多くの人は正確な情報だけを共有することは大切だと考えています。それでも実際に共有するときには正確かどうかへ十分に注意を向けていない場合があるんです。さらに研究では利用者に一つのニュースを見せてこれは正確だと思いますかと尋ねました。するとそれだけでもその後に共有されるニュースの正確性が改善したんです。つまり共有する前にこれは本当だろうかとワンクッション考える時間を作るだけでも誤情報を広げる可能性を減らせるということです。だからこそまず必要なのは共有ボタンを押す前に一度立ち止まることです。その上で確認したいポイントは3つあります。1つ目は誰が何を根拠に発信しているか。自治体や警察、消防、気象庁、報道機関が出した情報なのか、それとも出どころのわからない文章や画像が転載されているだけなのか。スクリーンショットだけが回ってきた場合にはできる限り元の投稿まで確認してください。2つ目はいつどこで撮影されたものなのか。投稿された日付が新しくても写真や動画まで新しいとは限りません。今回も以前の地震で撮影された映像が現在の熊本の被害として使われました。画像検索を使えば過去にも同じ画像が公開されていないか確認できる場合があります。ただし検索で見つからないからといって本物だと証明されたわけではありません。生成 AI で一から作られた画像には元になった写真が存在しないからです。3つ目は他の情報源でも確認できるか。自治体や消防、複数の報道機関などが同じ内容を伝えているかを調べます。災害直後には公式情報がまだ追いついていないこともあります。だからこそ他に裏付けが見つからない段階では事実だと決めつけず拡散を保留することも大切です。特にタイムラインで救助要請を見つけた場合は元の発信者や投稿時刻、正確な場所、すでに救助されたという更新がないかを確認してください。確認できない情報をそのまま通報したり拡散したりすることは避けるべきです。寄付を考えている方は自治体や活動実績とお金の使い道を確認できる団体など信頼できる窓口を利用してください。信頼できる寄付先については前回の動画の概要欄にまとめています。必要な方はそちらも合わせてご覧ください。災害が起きた時自分にも何かできないかと思う方は多いと思います。もちろん現地で活動したり寄付をしたりする支援もあります。ただ誰もが大きな行動を起こす必要はありません。確かめられない情報を広めない、古い救助要請を拡散し続けない、正しいと確認できた情報だけを必要な人へ届ける。時にはあえて何も共有しないことも正しい行動です。誰もが情報を発信できる今、混乱を増やさないことも私たちが被災地のためにできる支援の一つだと思います。今回はいくつかの研究をもとになぜ災害時にデマが広がるのかを考えてきました。私は最近 X をほとんど見なくなりましたが、日常的に利用している方は今回の地震後の投稿を見て何を感じたでしょうか。ぜひコメント欄で聞かせてください。
私が運営するオンラインサロンシナジーでは、年齢や職業、考え方の異なるメンバーが国際問題や社会問題について意見を交わしています。他の人と落ち着いて対話しながら考えたい方は、概要欄からシナジーのホームページをご覧ください。このチャンネルでは、これからも世界で起きている問題や情報との正しい向き合い方について、できる限り事実に基づき多角的な視点から解説していきます。今後の動画も見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。